第1章、奴隷からスルターンへ知られざる成り上がりの物語。トルコ系奴隷少女シャジャルのハーレム入り。シャジャル・アットゥッテはイスラーム世界においてもともとはただの奴隷の少女でした。しかし彼女の運命はハーレムという閉ざされた世界の中で静かに動き出します。中世イスラーム世界ではトルコ系やアルメニア系の少女たちが奴隷として買われ、王宮のハーレムに入れられることが珍しくありませんでした。その中でも美貌知性教養を兼ね備えた少女たちはやがて王やスルターンの長期に取り立てられることがありました。シャジャル・アットゥッテはおそらくキプチャク家またはアルメニア系出身の奴隷でカイロのアイユーブ長宮廷に売られてきたと考えられています。当時のハーレムでは詩や音楽、礼儀作法などを徹底して学ばされ、少女たちは常にスルターンの目に留まることを意識して生きていました。シャジャルはその中で群を抜く存在でした。聡明で物静かで政治にも関心を持つ彼女はただの長期で終わるつもりはなかったのです。奴隷として連れてこられた少女がやがて国を動かす存在になる、この瞬間から彼女の戦いは始まっていたのかもしれません。サーリフ・アイユーブの長期となるまでシャジャルはアイユーブ朝最後のスルターンサーリフ・アイユーブの最も信頼される存在になります。この関係こそが彼女が後に国政を握るきっかけとなりました。アイユーブ朝末期、政情は混乱し、スルターンの周囲は敵味方が入り混じる危険な状態でした。そんな中、シャジャルはただ美しいだけの女ではなく王にとって政治的な同志でもあったのです。サーリフはシャジャルに国家機密を話すほどの信頼を寄せていました。実際、彼女は政務にも助言を行い、文書にも関与していたとされます。記録によれば、彼女は王の留守中に国政を代理することさえ許されていたといいます。すでにこの時点で、シャジャルは王の女ではなく、王の右腕だったのです。長期という枠を超え、国家の実務にも関わる存在へ、シャジャルの頭脳と立ち回りは、すでに並の男たちを凌駕していました。女が王になった日、政変の裏で起きていたこと。1250年、サーリフ・アイユーブの死後、シャジャルはエジプトの実質的な支配者となり、ついにはスルターンの座につきます。これはイスラーム世界において前代未聞の女性による王位継承でした。当時のイスラーム法では女性がスルターンになることは原則として認められていません。にもかかわらず彼女が王位を手に入れたのは軍人たち、特にマムルークたちの支持を取り付けていたからです。サーリフが第7回十字軍との戦いの最中に死去した際、シャジャルはその死を即座に伏せ偽の署名で命令を出し続けました。これは国家が混乱に陥るのを避けるためだったとも、あるいは自らの権力を固めるためだったとも言われています。やがて彼女は軍の指示を背景に正式にスルターンを名乗り金貨を発行します。名前はシャジャル・アットゥッピュ、真珠の木。その名の通り彼女はまばゆい光とともに歴史の舞台に現れたのです。前例も法的正当性もなかった。それでもシャジャルは女性スルターンとして実際に国を動かした唯一の存在となったのです。第1章、第7回十字軍。影の指揮官は女王だった。ルイ9世を翻弄した秘密の軍事指揮。シャジャル・アットゥッテはフランス王ルイ9世率いる第7回十字軍との戦いで舞台裏から軍を指揮しました。その存在は敵将すら欺くほど巧妙で冷静だったのです。1250年、フランス王ルイ9世は十字軍を率いてエジプトに侵攻。彼の目的はカイロを攻略しイスラーム世界の中心地をキリスト教勢力に変えることでした。しかしスルターン・サーリフが戦中に死去。通常なら政権が混乱し外敵に大打撃を受けるはずでした。だが実際は違いました。サーリフの死を知っていたのはごくわずか。その中でも真っ先に対応を決めたのがシャジャルでした。彼女は王の死を即座に秘匿。スルターンが存命であるかのように命令書を偽造し前線のマムルーク将軍たちに軍を動かさせました。命令の内容、軍の補給、配置全てに彼女の知恵が働いていたとされます。そしてルイ9世率いるフランス軍はナイル川の水位を読み違え補給線を断たれエジプト軍に包囲されます。この穴を設計したのが誰か。そう、シャジャル・アットゥッテュだったのです。表には出ずとも歴史を動かすのは常に表舞台の人間とは限りません。シャジャルはまさに影のスルターンとして
勝利を演出していたのです。スルターンの死を隠して戦を勝利に導いた女。スルターンの死を隠し国政を維持しながら十字軍との戦争を勝利に導いたシャジャル。その冷静な判断力と大胆さはまさに国家の予定の名にふさわしいものでした。当時王の死は軍の崩壊を意味していました。特に対外戦争の最中にあっては指揮系統の断絶は即敗北に直結します。シャジャルが選んだ手段それは国家のために嘘をつくことでした。サーリフの死亡直後、彼女は遺体を密かに埋葬し、その事実を徹底的に秘匿。彼の名義で政務を執行し続けました。シャジャルは軍の指揮を維持し、前線の指揮官には何も知らせず命令を送り続けたのです。そしてマムルックの英雄将軍バイバルスラを通じてルイ9世の軍を殲滅に導きました。この時の勝利がアイユブ朝の終焉とマムルーク朝の始まりを告げる重要な転換点となります。シャジャルの決断がなければイスラーム世界の歴史は大きく変わっていたかもしれません。国家を守るために彼女はスルターンの死を隠し通しました。その冷徹さの裏には誇りと責任、そして自らの信念があったのです。捕虜となったルイ9世とシャジャルの交渉術。シャジャルは捕虜となったルイ9世を利用し巧妙な外交交渉を仕掛けました。彼女は剣だけでなく言葉と金で敵を屈服させたのです。ルイ9世はダミエッタの戦いで敗北しマンスーラの戦場で捕虜となりました。この時の交渉の窓口となったのは表向きには軍の将軍たちですが、実際にシナリオを描いていたのはシャジャルだったと考えられています。彼女は捕虜となったルイ9世に対して莫大な身代金と引き換えに釈放を提案。要求された金額は当時のフランス国家予算の数年分にも及びました。それに応じざるを得なかったルイ9世は敗戦と巨額の出費により大きな打撃を受けて帰国。この交渉の背後にいた女性、それがシャジャルです。彼女は軍事と外交の両面で圧倒的な存在感を見せたのです。剣と知略、武力と交渉。シャジャル・アットゥッテはまさに女王としてフランス王をも手玉に取った存在でした。第3章シャジャルの貨幣。女性支配の証拠。イスラーム史上唯一の女スルターン貨幣とは、シャジャル・アットゥッテは自身の名を刻んだ貨幣を発行しました。これはイスラーム世界で極めて稀な女性による公的支配の象徴です。貨幣は単なる通貨ではありません。中世においてはその国の支配者が誰であるかを明示する主権の証でした。名前が刻まれること、それはスルターンとしての正当性を国内外に示す手段だったのです。シャジャルが発行した銀貨には彼女の名前シャジャル・アットゥッテが明記されています。一部の貨幣には信仰とイスラームの母という称号も刻まれていました。この称号は預言者ムハンマドの妻に与えられる最上級の継承。つまり彼女は単なる政治的支配者を超えて宗教的権威すら手にしようとしていたのです。彼女の貨幣は女王の証であり挑戦の証でもありました。シャジャルは誰よりも明確に自らがこの国の支配者であることを示そうとしていたのです。なぜ宗教指導者たちは彼女を認めなかったのか。シャジャルのスルターン即位は多くのウラマーイスラーム法学者たちから反発を受けました。宗教的には女性による統治は想定外だったからです。イスラーム法シャリーアにおいて国家統治に関する伝統的な解釈は基本的に男性を前提としています。特に金曜礼拝の説教太場で名前を読み上げられることは統治者としての承認を意味していました。だが宗教指導者たちは彼女の名を太場に含めることを拒否したのです。彼女がスルターンを名乗った後もカイロのモスクでは太場で彼女の名前が読み上げられませんでした。またウラマーたちは女性が軍を率き裁きを行い政治を司るのは神の意に反すると主張。シャジャルは政治的に力を持っていても宗教的には認められていなかったのです。その結果彼女は軍事政権の支持を得る一方で宗教界から孤立していきました。彼女が発行した貨幣は私は王であるという主張。しかしそれは宗教の枠を超えた挑戦でもあり結果として宗教界との深い溝を生むことになります。信仰とイスラームの母という事象の意味。信仰とイスラームの母、それはシャジャル・アットゥットが自らを国母として正当化するために使った称号でした。当時のイスラーム社会では女性が政治的権威を持つことに対する強い抵抗がありました。
そこで彼女は母という概念を使って自らの支配を受け入れやすくする工夫を行ったのです。貨幣の名分に信仰の母と刻むことで、彼女は預言者ムハンマドの妻ハディージャやアイシャに自らをなぞらえました。つまり、私は単なる女性ではない、イスラーム共同体を導く母であると、そう主張したのです。また、この表現は男性支配者と正面から対立するのではなく、あくまで包み込む母性という形で当時の正当性を演出しました。これは実にしたたかで巧妙な政治的ブランディングだったと言えるでしょう。信仰の母とは支配の柔らかい仮面、女性であることが弱点となる世界で、彼女は母という盾を手に王の座に立ったのです。第4章、愛か権力か愛幕との政略結婚と悲劇。スルターンの座を守るための結婚。シャジャルアットゥッペは自らの地位を維持するためマムルーク軍の有力者愛幕と結婚します。これは愛ではなく完全なる政略でした。彼女が女性であるという点は常に政権の弱点として見られていました。宗教界からも男のスルターンが必要だとの圧力が高まります。それに対抗するための選択肢、それが軍事力を持つ男性との結婚でした。愛幕はシャジャルを支えていたマムルーク軍の中心人物。彼にスルターンの地位を譲る代わりに自らはスルターンの母として生のおかげで支配し続けようとしました。彼女は王妃ではなく政治の黒幕として生きる道を選んだのです。しかしこれは同時に自分の頭上にもう一つの冠を置くことにもなりました。権力を守るために選んだ結婚だが、それは女王としての誇りを少しずつ崩していく危険な賭けでもありました。嫉妬と裏切り、愛幕暗殺事件の真相。シャジャルは権力の座を脅かされることを恐れ夫愛幕を暗殺します。その動機は嫉妬、裏切り、そして恐怖でした。結婚後愛幕は次第に独立色を強め実権を握ろうとします。さらに彼が別の女性強力な家系の娘との再婚を計画していることを知ったシャジャルは激怒します。再婚は単なる浮気ではありません。彼女の政治的死を意味していたのです。1257年、シャジャルは愛幕を王宮に呼び出します。彼女は涙ながらに仲直りを装って愛幕を風呂に誘いました。湯気立ち込める浴場の中、愛幕は死角によって殺害されます。その直後、シャジャルは暗殺を否定しますが、すぐにマムルーク軍と愛幕の側近たちが事件を突き止めました。権力を失いたくなかった愛ではなく、統治のために始まった関係が最終的に血で終わったのです。王宮の浴場で女王が迎えた衝撃の最後、シャジャルアットゥッペの最後はかつて彼女が命じた暗殺と同じ場所、浴場で迎えることになります。女王としての誇りも権力も全ては終焉を迎えました。愛幕の息子たちは父の復讐を誓い、すぐにシャジャルの処刑を決定します。かつて彼女が宮廷を支配したその場所が彼女の処刑場となったのです。王宮内の浴場に連行されたシャジャルは女官たちによって棍棒で撲殺されます。その死はあまりにも残酷で骨の砕ける音が響き渡ったと言われています。そして彼女の遺体は誰の祈りもないまま宮殿の裏手に埋葬されました。それはかつてスルターンと呼ばれた者にはあまりに惨めな最後でした。自らが選んだ道の果てに待っていたのは誰にも見取られぬ死。浴場で始まり浴場で終わる、それがシャジャルの物語でした。第5章、歴史から消された女性支配者。なぜ彼女の名は聖史から除外されたのか。シャジャルアットゥッペの名は多くの公式記録から意図的に削除されました。それは女性が支配者であってはならないという当時の価値観の反映だったのです。イスラームの歴史記録、特に王朝の公式編年史には正当な支配者しか名前を残せません。そして当時のウラマーや官僚たちはシャジャルを例外異端として扱いました。女性であるという一点だけで彼女は正当なスルターンとは認められなかったのです。マムルーク朝の公式年代記ではシャジャルの治世はごく短くわずかな言及しかありません。サーリフの未亡人王の後見人として紹介されることはあっても彼女が王そのものであったという記録はほとんど見られません。当時の歴史家たちにとってシャジャルは都合の悪い存在でした。だからこそ彼女の即位や政権掌握の経緯は意図的に空白とされていったのです。記録に名を残すことができなかった女性スルターン、それは
彼女が無能だったからではなく、時代そのものが彼女を拒絶したからでした。後世に残された逸話と民衆の記憶、王朝の記録には残らなかったシャジャルの名。けれど彼女の存在は民衆の記憶と語りの中で生き続けてきました。歴史とは必ずしも記録だけでできているわけではありません。民間伝承、物語、詩歌、そして女性たちの口伝え、それらもまたもう一つの歴史です。時に権力者の記録よりも生き生きとした真実を語ります。エジプトではシャジャルアットゥットゥの名を冠した浴場や城壁、さらには伝説が今も残っています。王を殺した女、国を守った母、その評価は賛否両論ながらも彼女の存在は忘れられてはいません。庶民の間ではシャジャルは女でありながら男より強かったと語られることも多く、彼女の名は時代を超えて女性の力の象徴となったのです。記録には残されずとも記憶に刻まれた存在、それがシャジャルアットゥッペのもう一つの歴史なのです。現代における評価再発見される女王の意義。現代の歴史学ではシャジャルアットゥッペは再び注目され始めています。彼女は女性による支配の可能性を示した極めて重要な歴史的存在とみなされているのです。フェミニズム史、ジェンダー史、そして中東研究の分野では彼女の生涯が再評価されています。単なる例外的存在ではなく、女性のリーダーシップが成立した実例として位置づけられるようになったのです。近年ヨーロッパや中東の大学ではシャジャルをテーマにした研究が相次いで発表されています。またアラブ圏のドラマや映画でも彼女の人生が再現され、特に若い女性たちに人気を集めています。男に媚びず、男に従わず、自らの手で国を治めた女性、それは今の時代にこそ必要とされる物語なのかもしれません。忘れられた女王が今再び語られ始めています。シャジャルアットゥッペ、それは1000年の時を超えて現代の私たちに問いかけてくる名前です。